はい、皆さんこんにちは。サーチチャンネルのサーチです。いやー、最近もう暖かくなってきましたね。こんなに暖かくなってくると、やっぱりドライブ行きたくなりますよね。これから長距離のドライブ、いろいろやっていきたいなと思ってるんですけれども、やっぱね、長距離を走ると、事故を起こしたりとか、自分が事故に巻き込まれたりとかね、そういうこともね、起こる可能性が高くなってくるじゃないですか。なので今回は、そういった万が一の時のために、ドライブレコーダーを取り付けていきたいと思います。ということでね、私、今まではね、ドライブレコーダーいらない派だったんですよ。このラパンを買うときも、ドライブレコーダーつけますかとね、ディーラーさんの方にね、聞かれたりしたんですけれども、いや、ドライブレコーダーいらねえなと思ってね、つけずにいたんですけれども、最近テレビとかネットを見てると、煽り運転とか、危険な運転で交通事故に巻き込まれたりとかね、そういったことをニュースで見る機会がとても多くなったなと感じて、自分もそういった煽り運転とかに巻き込まれたりとかすることがあるかもしれないので、そういった時に証拠として映像を残しておきたいなと思ったので、今回はね、ドライブレコーダーを購入して取り付けていきたいと思います。自分があまり運転が上手くないっていうのもね、あるんですけれども、このラパンね、めちゃくちゃ煽られるんですよ。ジムニーに乗ってる時は全然煽られたりとかしないんですけど、このラパン乗ってるとめっちゃ詰められる。車体がちっちゃくて可愛いから煽りやすいのかもしんないけど、このラパンね、その煽り運転とかに巻き込まれる機会が結構あるんですよ。その煽ってる人も車種とか見て煽ってるんだろうね。はい、それでは今回買ったドライブレコーダーがこちらです。ユピテルのドライブレコーダー SN-TW9700DP です。このモデルはネット限定品になります。今回は Amazon で購入しました。白い箱でドライブレコーダーって書いてあるだけのほんとシンプルな外箱になってます。でね、これ取扱説明書も入ってなくて、説明書はね、ネットでダウンロードして見てくださいということでした。はい。これが多分保証書ですね。はい、中身はこんな感じです。はい、こちらが本体になります。結構大きいかなと思ったんですけど、思ったより小さいです。で、裏面にはディスプレイがついてます。こちらがですね、リアカメラです。これが前で、これが後ろということでね、今回購入したドライブレコーダーは前後撮ることができます。フロントだけでも十分かなとは思ったんですけれども、一応後ろも撮れた方が安心かなということでね、リアカメラ付きのものを購入しました。あとはね、カメラをつなぐコード類が入ってます。驚いたのがこの配線の電源。電源がシガーソケットじゃなくて、どっからか取らないといけないようになってます。まあ、これはどっからがまた電源を取りたいと思います。で、箱の中に入っていたものはこれが全てです。カメラとコードのみ入っていて、取扱説明書などは特に何も入っていないので、ネットで確認しながら作業を進めていきたいと思います。はい、それではまずフロントのカメラを取り付けていきたいと思います。一応取り付ける場所としては、このミラーのすぐ左側、だいたいこの辺りに取り付けたいなと思ってるんですよね。この辺りだと運転中に見えることがないので、視界に違和感もなく走ることができると思うので、ちょうどこの車検のシールの横あたりですね、この辺りに取り付けていきたいと思います。このように両面テープになっているので、フロントガラスに貼り付けていきます。一応貼る前にどういう風に映るかっていうのをね、確認した方がいいと思うんですけれども、今回はね、確認せずにそのまま貼っていきたいと思います。今回は配線を外に出さないように取り付けていきたいので、このピラーの中に配線を通していきたいと思います。なので一旦このピラーを外します。この車の場合は適当に引っ張ったりすればね、大体のパーツは取れます。この屋根の方にね、少し隙間が空いてるので、ここをメインでね、この裏側をこう通して配線を入れていきたいと思います。で、このラパンの場合はこの内装がペラペラなので、全部ばらさなくてもだいたい強引に引っ張れば隙間が空くので、そこに配線を入れていけば割と簡単に配線を隠していくことができます。はい、ではこのように天井から通して、この下を通ってですね、このピラーの中を通って下まで行って、でこの内側を通って今ここに配線が来てます。はい、それではドライブレコーダーを動かす電源を取っていきたいと思います。で、電源はですね、以前シガーソケットを増設した時に作った線があるので、ここから分岐して取りたいと思います。
配線のギボシ加工ができたら、分岐した配線とドライブレコーダーの配線をくっつけます。で、アースも取らないといけないので、こちらもどこか金属部分にくっつけます。はい、それでは無事に電源を取ることができました。ではリアカメラまで配線を伸ばす作業を続けていきたいと思います。はい、今カバーの下に配線を通しながら後ろまで持ってきてるんですけれども、ここからがね意外と大変で、ここに入れながら天井までなんとか配線を持っていきたいと思ってます。このカバーすごい柔らかいんでね、こうやってこの隙間に配線を入れていきます。このドアのこのゴムの部分、ここを外すと結構隙間があるので、ここに入れながら天井まで持っていくことにしました。結構難しそうなんだけど、ラパンの場合は本当に内装が簡単に作られているので、結構ね楽に配線を伸ばすことができます。はい、ではあと少しで天井なんですけど、ここから配線をこの穴の中に入れて、この中を通して、ここがね蓋なんですけど、この蓋を外すとね配線を出す穴があるんで、そこまで、出していきたいと思います。ここからは自分の手ではもうこちら側に配線を通すことができないので、こちら配線ガイルというね長めのワイヤーのようなものを使って配線をこの穴の中に引き込んでいきます。はい、ということで、なんとかここまでリアカメラの配線を持ってくることができました。今までの作業で一番大変でした。このようにリアゲート側に配線を持ってくるのがとても難しくて、どういう風になってるかというとね、フロント側からこのドアの下を通っていって、この隙間を通って、そしてこの天井の隙間を通って、でそしてリアゲートの内部を通ってここに来てます。正直もうやりたくないです。本当に大変だった。マジでね、ドライブレコーダーの取り付け舐めてた。それでは最後の作業、リアカメラを取り付けていきたいと思います。取り付けるのはとても簡単で、この後ろまで持ってきた配線のこの先端の端子をカムって書いてあるね、ここの穴に差し込みます。よし、これで OK のはず。あとはね、ここに両面テープがついてるので、一旦電源を入れてどういう風に映ってるのかっていうのを確認してから取り付ける方がいいかもしれないです。ちょうどこの辺りが綺麗に映るんじゃないかな。このリアワイパーのモーターがついている真上ぐらいにつけたいと思います。よし、どうだ OK。 はい、あとはこのモーターにカバーがついているので、このカバーをね取り付けて完了です。でこのカバーを取り付けるときに配線もこの内側にしまっちゃえば綺麗な仕上がりになると思います。このカバーをね取り外すときに強引に引っ張ったら爪を1個割ってしまったので、だからもう丁寧に慎重にやっていきます。OK。 はい、どうでしょうか。カバーをつけると配線が隠れてとても綺麗にまとまります。はい、それでは動作チェックをしてみたいと思います。スイッチオン。おー、ついた。録画を開始します。ということでね、このようにボンネットとあと外の映像がねとても綺麗に録画されてますね。このフロントカメラは200万画素ということなんで、そこまでね画素数が高いわけではないんですけれども、とても綺麗に撮れてます。いつもドライブ動画とかで使ってるアクションカムとそんなに変わらないようなレベルで撮れてるんじゃないですかね。ほら。あとは苦労して取り付けたリアカメラも見てみましょうか。この横にボタンがついてるので、ここを押すとリアカメラに切り替わります。はい。こんな感じでリアカメラもとても綺麗に映っていますね。ここはね、車が走るような道じゃないので、あまり映像的にわからないかもしれないですけど、これならしっかりと後続の車も撮ることができるんじゃないかなと思います。少し見にくいんですけれども、このボタンの3つ目、OK と書かれているボタンですね。こちらを押すと、録画が開始されます。録画を開始します。電源をつけると、この OK ボタンを押さなくても録画が開始されているので、このボタンをまず1回押すと、録画を停止します。録画が停止されて、もう1回押すと、録画を開始します。録画が開始されるということでね、録画のオンオフをすることができるボタンみたいですね。OK ボタンで、録画を停止します。停止した状態で、この4つ目のボタンを
押すと、なんかいろいろね、設定ができるみたいです。ということでね、操作方法とかがよくわからなかったので、今 Web の説明書を見ているんですけれども、このドライブレコーダー一番の特徴が夜の撮影に強いというところみたいで、スタービスという高感度なセンサーを搭載していて、普通のドライブレコーダーだと鮮明に映らないような深夜とかね、夕方にもしっかりと対応しているということです。夜間の撮影は画素数よりもピクセルサイズというものが重要みたいで、ピクセルサイズが大きいと、その暗いところでも鮮明に映るということみたいです。よくわかんないけどね。で、こちらのドライブレコーダー、初めから記録用の SD カード、16ギガのものが1枚付属しているんですけれども、こちらの SD カードを差し替えれば、最大で128ギガのものまで対応しているということなんで、容量が多い SD カードを買ってくれば、すごい長時間記録することもできるみたいです。他にも説明書を見てると、いろいろな機能がついているのでね、とてもいい買い物だったかなと思います。で、こちらのドライブレコーダー、価格がですね、Amazon で 15,400 円でした。ユピテルの商品、他にももっと安いものとかね、これよりも高いものとかいろいろあったんですけれども、去年発売された比較的新しいものを購入してみました。新しい方が性能がいいかなと思って、一応ね、よくわからないまま新しい方を買ったんですけれども、そのあたりはいろいろ他の機種もあるし、あと他のメーカーでもね、たくさんドライブレコーダーが出ているので、比較してみて購入するのがいいかなと思います。で、今回初めてドライブレコーダーを取り付けてみたんですけれども、時間をかければ素人でもこのように配線を隠して付けることができるので、気になった方はね、ぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回はユピテルのドライブレコーダーの取り付けとちょっとした説明の動画をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。